はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はですね、こちらリードジョイっていう新しいメーカーさんから発売されましたゼノプラスっていうね、コントローラーをレビューしていきたいと思います。いろんな噂があるメーカーさんでですね、元モジョンのねチームのメンバーが作ったメーカーでとかいろいろ言われてます。そんなね、かなりね新興メーカーとしては注目株のリードジョイさんですね。以前東京ゲームショウ2025でも私実際にね、お話しさせていただいたんですが、その頃からかなりね、製品の内容結構期待できそうだなっていうところで、かなり注目をしていたんですが、ようやく手に取ることができたので、こちらをねじっくりと検証していきたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい、そしたらリードジョイのゼノプラスですね、開封していきたいと思います。いただいたのはこういうゼノプラスコンボって書かれた箱の方とですね、マジックキーっていう製品ですね、はい、マジックキャップナンバー2っていう製品、この3つをねいただきました。まずは本体からね開けていきたいと思います。はい、本体開けるとこんなねちょっといかつい形を模した黒いプラスチックのケースに収められてますね。で十字キーの替えが結構しっかりとこんな、十字キーの形をしたところにはめられててですね、でこちら無線ドングルっていうのが入ってますね。リードジョイっていうねロゴが入っている無線ドングルですね。で、ここにボタンがついてます。よく見るとここに10 for Zeno っていう風にね、書かれてるんで、そういう形式の無線ドングルになってるのかもしれないですね。はい。で、本体ですね。本体に関しては、はい。こんな感じですね。大きさはね、どうだろう、なんかちょっとスイッチプロコンみたいな雰囲気しますね。なんかグリップ部分がちょっとセパレートされてるような感じがするっていうか、基本的には Xbox っぽい形ではあるけど、ちょっとスイッチプロコンを一回り大きくしたようなそんな形ですかね。この辺がね平らでそんな気がするってところで、ゼノプラスっていうね、バージョンのものでゼノプロとかも今後出てくるのかなとはね思うんですけど、 TGS2025 の頃はねそういうのがあったんですけど、一応ね最近ありがちなショルダーの追加ボタンっていうのがないっていうところで、背面ボタンがねこういう形で4つになっていて、こちら、外側2つがマイクロスイッチで、内側2つはタクトスイッチっていうちょっと面白い構成になってますね。で LB、RB がタクトスイッチで、フェイスボタンはマイクロスイッチ、十字キーがタクトスイッチですね。でトリガーのストロークはこのぐらいですね。ちょっとストローク短めかな、ほんの少し短いような気はします。トリガーストップオンで、マイクロスイッチボタンに変わります。ストロークも短くなって、押し感適度な大加圧ですかね。柔らかすぎず硬すぎずっていう感じで、非常にいいマイクロスイッチのトリガーストップかなって思います。ちょっとストロークはね大きめかなとは思うんですけど、いいんじゃないでしょうかね。スティックキャップの形状ね結構面白くて、中心がちょっと盛り上がっていてですね、外側に向けてなだらかに低くなっていくっていう、ちょっと変わってますねこのスティックキャップは。ついでにスティックの直径を測っておくと 17.3 ミリですかね。17.1 ミリとか 17.2 ミリとかそのぐらいですかね。プレイステーション対応のフリークがギリギリ入るかなっていう感じですね。結構このスティックキャップの直径は大きめですね。それでスティックの重さですね、こちらもチェックしてみたいと思います。
はい、だいたい 60g フォースぐらいですかね、若干60よりも柔らかめかもしれないぐらいの重さになってます。純コンと比べるとですね、75g フォースから 60g フォースってことで 20% ぐらい柔らかいような、そんなスティックになっています。で、これ結構ね、このスティックキャップ柔らかいですね。スティックの素材柔らかめで、なんか、ちょっとね、このスティックが結構特殊な気がしますね。まあ、どうだろう。まあそうですね。これ、意外とギュッとこう力を込めて握れば滑らなくて、ただまあ、実際プレイしてどうなるかっていうのはちょっとね、気になるところではあります。そしたら、充電ドックが入っていますね。よいしょ。これがコンボって書かれているパッケージのあれですかね。追加されているところになるんだと思います。はい。充電ドックがこんな感じですね。結構いかついですね。武骨な感じっていうんですかね。そんなデザインな気がします。はい。で、こちら十字キーはね、元からついているものっていうのがちょっとフラット気味なお皿型のこんな形です。このね、デフォルトでついてる十字キー、きっと結構いい気がするんですよね。触ってたら。これ普通に良さそうなんで、こっからね、あえて十字キー、よくある、しっかり十字に切れてるタイプの十字キーっていうのに交換することができるようになっていてですね。交換するとこんな形になって、これはこれで見た目結構いいですけど、どうだろうな。これも結構いいですね。このお皿型相当良さそうですけどね。もう完全にこうフラットなお皿型ってどこを触ってるか分かんなくなる時があるんですけど、ほんのちょっと十字にね盛り上がってるんですよね。これ結構格ゲー合うのに良さそうですけど、実際斜め抜けのしやすさとかはね、プレイしてみないと分かんないとこですね。はい。で、その他についているものとしては、USB ケーブル結構長めなものがついてそうです。2メーターぐらいかな。で、ちょっと変わってますね。USB タイプ A のところちょっと長くなっているっていうかね、形が面白いんですけど、ここにリードジョイって書かれてます。はい。こんな USB ケーブルと、あとは取扱説明書とかウェルカムカードと合格証ですね。よくある。とかが入ってます。はい。合格証と、ウェルカムカードはチュートリアル動画への QR コードですね。何か困った時にはこちらからね、サポートセンターに接続することができますよということなんで、もし購入して困ったよっていう方は、こちらを参照してくださいということです。はい。で、取扱説明書なんですが、中国語、英語、日本語ってことでね、なかなか日本に手厚い、そんな印象がありますね。このメーカーさん TGS2025 にも出品されてたりしましたから、かなり日本にはね、力を入れてくださってるんだろうなっていう印象はあったんですけど、こういう日本語のマニュアルがあるっていうのをね、見ると、本当にそういうところありがたいですね。はい。なるほど。DS4 モードとかもあるんですね。PC、iOS、Android、Switch、Bluetooth 接続と 2.4GHz 接続があって、デッドゾーンの設定とかがあって、アプリでいろいろ設定もできますよということになってます。Read Every Play Joy Anywhere で Read Joy っていう名前らしいですね。新しいメーカーさんっていうことなんですけど、今のところね、なんかすごくしっかりしてるっていうかね、ちゃんとしてるなっていうことで、さすが元ビッグビッグオンの開発をねしてた方が立ち上げたっていうことだけあるなっていう気がしますね。そのあたりね、噂でしか私も聞いたことないんで、実際のところどうなのかよくわかんないですけど、ただこの製品の内容を見ているとそれもうなずけるなって気がします。で、こちらの充電ドックですね、無線ドングルここに挿すことができますが、無線ドングル挿すとちょっとこうやって出っ張っちゃいますね。個人的にはちょっとこの出っ張り許せないなって気がするんですけど、この中に収まってほしかったなっていう気はするんですが、充電させてみましょう。結構おしゃれに光りますね。しっかりとどれだけ充電されてるかのインジケーターが充電ドック側にあって、コントローラー側にリードジョイっていうロゴがね
明滅するっていう感じです。ちょっと武骨なデザインでね、おしゃれとは言えないんですけど、意外とガジェット感があっていいですね。結構これは私は好きです。はい。マジックキャップナンバー2はですね、開けると、こんな感じですね。これ面白いな。なるほどね。ですね、デフォルトでついているスティックキャップの方がどの長さなのかがわからないんですけど、一回外してみます。デフォルトでついているこのスティック、なんと右側が低い方で左側高い方がついてました。マジックキャップナンバー2ですね。低い方と高い方がついてますけど、低い方がこれ右スティックにデフォルトでついてる方で、高い方が左スティックにデフォルトでついてる方っていうことで、これはなかなかあれですね。デフォルトでついてるスティックがそもそも左右で高さが違うっていうことがあるんですね。なるほどね。これはちょっと好み分かれそうですけど、もしかしたらね、左右で入れ替えてですね、左側の方を短くしたりした方がいいのかもしれないですね。高さ的にどっちが一般的な高さなのかっていうところはちょっと後で調べてね、分解してちょっと高さ調べたいと思います。ちょっと他社製品でね、簡単に外せるものあるんで調べてみると、ちょっとね、多分ですけど、このね、スティックの高さですね、おそらく短い方は、相当ね、これ高さ短いですね。高い方が、一般的な高さになるような高さになってると思います。なんで、デフォルトで左が高くて右がね、低かったんですけど、これね、逆にして装着した方が、一般的な使い心地になるのかなっていう気はしますね。かなりね、短い方のスティックっていうのは短いかもしれないっていう気がしますね。なんで一旦私はこれ両方高い方に変えちゃおうかな。なんかね、スティックのキャップが入ってないとすごいかっこ悪いですけど。さっき言ったですね、デフォルトのスティックキャップ、ちょっと真ん中が膨らんでるっていうね、そういうちょっと変わったスティックキャップがついてますよって言いましたけど、それの替えもですね、いっぱいついてますね。中央が膨らんでるタイプですね。凸型のスティックキャップとか、あとはほんの少し真ん中がへこんでるようなタイプとか、あとはこんなのもついてますね。完全に平たい真ん中がへこんでいるタイプですね。デフォルト凸型は真ん中が少しへこんでいるタイプ、真ん中が広くへこんでいるタイプですね。マジックキャップナンバー2についてくるのは3種類ということで、デフォルトとは異なるようなキャップがついてきます。一旦私はね、このデフォルトの方ですね、こちらを使っておきたいとは思うんですけど、ちょっといろいろ交換してみてですね、操作感っていうのも見ていきたいなと思うところですね。キャップの装着っていうのは、こういうかぶせてつけるだけっていうそういう感じのキャップなんで、結構かぶせるのは難しいですけど、はい、装着できました。すごい面白い試みですね。このスティックのね、キャップっていうのが自由に変えられて、形状も自由自在に変えられるっていうね、これはすごく面白いですね。こういう作り方っていうのね、いいですね。一応これ、あとはこの傘のところですね、スティックの傘のところの替えっていうのもこんな形で、ついてくるっていうことになってますね。これがマジックキャップナンバー2の中身でした。はい。そしたら最後ですね、こちらマジックキーを開封していきます。私未だにこれ何かはよく分かってないです。ちょっと使っていきながらですね、こいつの使い方っていうのを、ちょっと勉強していきたいなと思うんですけど、何かね、ウェアラブルデバイスみたいなものが入っているようですね。よいしょ。はい。中身は、こちらに関してはね、こんな取扱説明書まで入ってました。で、すごいな。ですね、マジックキーの本体ですね、まず出てきたのは。こんな形のマジックキー本体っていうのと、シールのようなものっていうのが入ってました。で、こういうブラケットになる部分ですね。ここに使うのかな、さっきのね、両面テープですかね、やっぱり。で、ベルトですね。
いう、固定用ベルトっていうのがついています。簡単にね、このクリップ、そういうことか。なんで、こういうベルトタイプですね。これには普通にこうやって、滑り込ませるようにして取り付けたら、普通にね、取り付けができるようになっていてですね。でこれでこうやって、リストバンドみたいにしてね、つけたりっていうのもできますし、こういうクリップタイプにも簡単に取り付け取り外しができるようになっているということみたいですね。で、これは何でしょうね。これは両面テープですかね。なんかどっかに貼り付けて使う用のまた別のこういうブラケットっていうのがついてて、合計3パターンの付け方に対応してますよっていうことなんでしょうね。おそらく。はい、マニュアルの方、こちらも中国語、英語、日本語って入ってまして、はい、電源を入れる電源機、コントローラーに、やっぱコントローラーに接続してなんか使うものみたいですね。で、取扱説明書見てもね、未だにどうやって使う製品なのかよくわかんないです。なんかこう、体を動かすことによって、ボタンを押したりとかができるようになる、そういうデバイスなんでしょうか。一応ね、バッチリ裏面には技的マークもしっかり入っていてですね、はい、かなり面白いデバイスですね。ちょっとね、これは使ってみるのが楽しみです。何か面白い活用方法があるかもしれないですね。はい、今のところですね、開封してみての感想っていうかですね、リードジョイっていうメーカーがね、まだまだ新興メーカーっていうことなんですけど、全然なんかちゃんとした製品だなっていう印象と、あとなんかところどころすごい面白いことをしてきててですね、すごい意欲にあふれてる、そんなメーカーさんなんだろうなっていうのがちょっと感じることができましたね。このスティックキャップだったり、このマジックキーっていうね製品だったりですね、非常にこうチャレンジ精神旺盛なメーカーさんで、すごく面白くてですね、楽しませてくれそうな気がします。肝心なね、このコントローラーがどれぐらい使えるのかっていうところをね、じっくりとね、検証をこれからしていきたいと思います。はい、それでリードジョイゼノプラスのスティック感度カーブ計測していきました。通常のレスポンスカーブこんな感じですね。で、リニアとの誤差はこんな感じになってます。ほぼほぼ完全にリニアって言っていいかなというふうに思いますね。非常にね、スティックは、JS13 Pro をね、使っているということだけあってですね、非常にリニアで素直な曲線かなというふうに思います。動的フィルターの方ね、0とマイナス10で比べてみたんですが、特に感度に違いは見られませんでした。震えが大きく出る分ですね、動的フィルターマイナス10にすると、すごくギザギザしたようなカーブになるっていう、そういう風な感じになってます。はい、それでですね、この動的フィルターの機能に RC フィルターと同じようなですね、スティックの動き始めを誇張するような機能っていうのがあるかどうかもチェックしてきたんですが、それは見られませんでした。緑と青と紫の線っていうのがゼノプラスなんですけど、特にですね、この Void PS4 Firebird のようなですね、入力の誇張っていうのはないっていうことで、震えだけが純粋に増えるっていうね、そういう動的フィルターになってます。で、マイナス5ぐらいまではですね、0と特に大きく変化っていうのはなく、震えだけが増えてるような感じに見えるんですけど、マイナス10っていう風にすると若干ですね、こう細かい微調整のスティックの動きっていうのが潰れてるような感じっていうのが見られるんですよね。これがちょっと気になってですね、あんまり動的フィルターの値ですね、マイナス10とか強くしすぎない方がいいのかなっていう印象がありました。これはね、ゲーム内でのプレイでもちょっと感じていたところになります。なので、動的フィルターの値はマイナス5以上ですね。マイナス5から0の間ら辺を使うのがいいのかなっていう風な印象ですね。はい、続いて、遅延をですね、プロメテウス82という方法で、計測をしてきました。PC への有線接続時の遅延でね、有線でスティックが 3.1 ミリセカンド、ボタンが 2.49 ミリセカンドっていうね、遅延の値でした。これはね、1000Hz のポーリングレートのコントローラーとしてはもう全然文句なくいいかなと思います。これだけの低遅延であればですね、実際プレイしていてですね、さらに低遅延なコントローラーとの差っていうのはほとんど感じないかなと思います。実際のゲームプレイでもね、ほとんど感じなかったですね。で、無線ドングル接続の時が、スティック 6.88 で、ボタンが 5.32 ミリセカンドっていうことで、やや大きめではあるもののですね、こちらも全然優秀なんで無線ドングルで使っても遅
延っていうのはほとんど感じないんじゃないかなと、そんな風に思うところです。Bluetooth 接続に関しては 9.84ms と 7.4ms、 最大値がちょっと大きめですね。 21.29 と 11.48 っていうことでですね、こちらに関してはさすがに遅さっていうのはちょっと感じるかもしれないですね。なので特に PC 接続時は基本的には有線か無線ドングルで使うのがおすすめっていう感じでした。はい、続いてこちらのコントローラー、スイッチへの接続っていうのも対応しているコントローラーなので、スイッチ2での遅延も検証してきました。こちらはですね、スイッチプロコン2の有線接続と比較して何フレーム遅れたかっていうのを 60fps で測ったものになります。有線接続時でプラス 0.09 フレームですね、無線接続でプラス 2.46 フレームっていうことで、ちょっとね Bluetooth で接続するのはかなり遅めだったかなというふうに感じました。有線接続に関しては非常に優秀な値で、これちょっと逆転しちゃってますけど、相当優秀なんで、これはね全然使っていけるんじゃないかなと思います。スマブラとかね、特にフレームの遅延っていうのが気になるようなゲームじゃなければ全く問題なく使えるんじゃないかなというふうに思います。スティックの遅延もね結構優秀なコントローラーですから、スイッチ2でもねドックにつなげて有線接続で使うっていうのがおすすめになっています。はい、そしたらね、このリードジョイゼノプラスの設定ソフトの方をねじっくり見ていきたいと思います。おすすめ設定の方をまず解説していきたいんですが、設定ソフトですね、言語が中国語、日本語、英語っていうことで3種類から選べるのでですね、日本語もしっかり対応してくれてるっていうところですね。やっぱり日本向けっていうのをかなり意識されているのかなっていうんで嬉しいところですね。で、まずこの機能設定っていうところから見ていくとですね、基本的な接続の設定ができます。接続モードは X インプットで今接続されているっていうことが表示されています。ポーリングレートはね、有線モードのみで有効ってことなんですが、1000Hz、500Hz、250、125で選べるんですが、1000Hz でね、全然いいかなと思います。有線と無線同時出力をサポートしたりっていうこともね、できるっていう面白い機能もありますね。これを使ったら何かね、PC とスイッチを同時に同じ操作ができたりするんでしょうか。ちょっとわかんないですけどね。で、このストライド精度っていうのがいわゆるスティックのステップ精度になってます。アダプティブ32、64、128、256ってあるんですけど、これそれぞれですね、256が256段階、128が512段階、64が1024段階、32が2048段階っていうことで、8ビット、9ビット、10ビット、11ビットですかね。っていう風なステップ精度が選べるようになっているっていうことになります。アダプティブっていうね、この適用だけはもう少し細かい、11ビットよりも細かく出るかなっていうところになります。はい、で LED の輝度もね、選べますけど、これそんなに明るい LED じゃないんでね、100のままデフォルトでもいいかなって思ってます。で、おすすめ設定なんですけど、ポリングレートは1000Hz で、ストライド精度、ステップ精度は適用、アダプティブっていうのをね、今現状はおすすめしたいかなというふうに思っているところです。設定ライブラリっていうところではですね、プロファイルの設定っていうのを作ることができて、これをね、読み込みって押すと、はい、ハードウェア制御のところがApex とかにね変わっていってくれますね。でここでね、また設定を変えることができるんですけど、 R4L4 が内側の背面ボタン、 R5L5 が外側の背面ボタンということで、こんな感じで設定変えることができるんですけど、同時に4つのボタンまで同時押しに対応しています。試しにこれでフェイスボタンが全部押されるっていうね、そんな同時押し4ボタンまで対応しているっていうことですね。で、連射はですね、5連射、10連射、20連射、30連射っていうね、4つが選べます。5連射でこの速度です。30連射でこの速度で連射ができるっていうことで、おそらくですね、5Hz、10Hz、20Hz、30Hz っていうね、連射速度が選べるっていうことみたいですね。で、コントローラーのキー、このね、画面上に表示されているキー以外にもですね、キーボードのキーをこれだけ選ぶことができて、マウスのね、操作もできます。スクロールに関しては対応していないって感じですね。で、マクロに関してはですね、500ステップまで、記録することができるということで結構優秀ですね。で、なんか適当なマクロ作ってですね、やると、実行方法がタップ、長押し、長押しループとタップループっていうね、4つのマクロの実行方法が選べるっていうことで、これは十分にね、マクロでやりたいことができるんじゃないかなと、そんな風に思います。
で、私はねこういうボタンを割り当ててですね、ピンと武器切り替え、ジャンプ、しゃがみっていうそんな割り当てをしています。はい、続いてジョイスティックの設定ですね。左スティックと右スティックそれぞれ設定ができるんですけど、デフォルトでは全てデッドゾーン0になっていて、動的フィルターがこの効果係数って書かれているところになりますが、こちら0になってます。私左スティックに関してはこの動的フィルターだけマイナス3にしてですね、で出力カーブに関しては線形で、エッジのデッドゾーンを50だけ入れるっていうね、こういう設定を Apex では使ってます。 FPS ゲームに関してはこういう設定結構ね、強くておすすめですけど、全然デッドゾーンに関してはね0でこの設定で使うのもありかなと思います。でエッジ形状なんですけど角丸四角形ですね、こっち側にするのがおすすめですね。ちょっと試しにこれでですね保存ってやってあげてですね、新エンドははいこんな感じですね。エッジのデッドゾーンを強くするとですね、左側のようにアウターデッドゾーンの形まで変わってちょっと視覚度合い強くなります。これがねちょっと敏感になりすぎて嫌だよっていう方はエッジのデッドゾーンは0にした方がいいかもしれないです。右側ね、丸円形になっていてですね、これでも若干四角形になっている 2.8% だけね四角形になっているっていうのが、このコントローラーの新エンドになります。で、右スティックの方に移ってですね、角丸四角形で全て0で線形、こんな設定をした時の新エンドっていうのははいこんな感じになります。だいたい 8.9 とか 9% ぐらいですね。でこれすごく順光に近いようなそんな感じのね四角形になってますので、右スティックに関してはですね、このエッジのデッドゾーンとかデッドゾーン系は全て0のままでエッジの形状を角丸四角形っていうね風にしてあげるのがいいかなと思います。でおすすめ設定の動的フィルターなんですが、私はこのマイナス4という値をおすすめしたいと思います。でこの動的フィルターどのぐらい震えが出るかっていうところをね今からちょっと見ていきたいと思います。はい、でこちらのグラフが、スティックの震え具合っていうのをですね、だいたいスティックの入力を100回ぐらい記録して、でその各スティックの入力値の標準偏差と平均から最も離れた値っていうのを表すマックスディフっていうねこの折れ線グラフとその2つのグラフを表してます。でゼノプラスのねこのフィルターなんですけど、マイナス10にするとですね、この一番左のグラフのようにものすごく震えが大きいです。このコントローラーの動的フィルターめちゃくちゃ強力に震えを出すっていうねそういう特徴があってですね、でマイナス10実際ゲームで遊ぶとね、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、あまりにも震えが強すぎてですね、さすがにこれはやりすぎかなというふうに思います。マイナス5にするとね、それでもかなり震えは強いです。マイナス3でようやくボイド PS4 Firebird のマイナス500っていうね設定と同じぐらいの震え具合ですね。ということでですね、このコントローラーね、実は震えマイナス3とかでもかなり震えすぎかなぐらいな震えになるので、結構ですね動的フィルターの値あんまりマイナスを増やさない方が良さそうです。私はこのマイナス4というこの3と5の間らへんですね、の値使ってますが、それでもちょっと震え強すぎるかなって感じる場面多々あります。遠距離でね、ちょっと震えすぎていまいちこうエイムが定まりきらないなっていうね、そんな感じになる時もあったりするので、マイナス3とかもしくはこのマイナス2ですね、この辺りの値っていうのをですね選んでも全然いいかなと思います。マイナス2マイナス3あたりも強いと思いますし、マイナス1とかね、この辺りになってきます。マイナス1でも全然強いですね。0にするとねだいぶ震えを抑えられて、一般的なサードパーティー線コントローラーぐらいの震えにはなるので、0でもいいですね。この辺りですね、ちょっと操作感どうしても震えが大きくなるとエイムアシストがね強く効いてスローダウンも強くなってちょっとスティックが硬いような感覚っていうのが出てきますので、その辺りがね気になる方は動的フィルターの値0デフォルトのままで使った方がいいかもしれないです。逆にエイムアシストしっかり効かせていきたいよっていう方はですね、マイナス2マイナス3とかねこの辺りの値をちょっと選んでいくといいかなと思います。
で、カスタム感度カーブですね、出力カーブの設定は線形でもともとね、しっかりリニアですので、この線形っていうのでいいですね。このコントローラーせっかく8個の点で感度をいじれるんですけど、好みに応じてね、もちろんいじる分には構わないんですが、リニアで使いたいなら全く線形で問題ないですよと、そういうことになってます。なのでおすすめ設定っていうのはこちらの今お見せしている設定になります。はい。で、他にね設定項目いろいろあるんで、もう少し細かく設定を見ていくとですね、左トリガーっていうのが5の95っていうデッドゾーンが入ってます。これ0100にするとちょっと反応しすぎるかなっていうところでですね、5の95っていう設定がおすすめの設定になります。リニアトリガーですね。で、トリガーストップをね入れてる場合、ここの設定はね完全に関係なくなりますので、特に気にする必要はありません。で、振動強度の設定というのもできます。それぞれの振動モーターの強度ですね、設定できます。ジャイロっていうのも搭載されてますので、ジャイロをスティック操作に割り当てるっていうこともできます。この辺りですね、まだちょっと中国語からですね変換されてないんでね、何を言ってるかいまいちよくわからないところがあったりするんですけど、おそらくですねやりたいことっていうのは基本的にできるのかなというような気がしますね。ジャイロ感度、水平垂直比も設定できますし、カーブの設定、デッドゾーンの設定とかもねしっかりできます。はい。で、モーション軸シミュレーションということで、水平か水平ロールか混合出力っていうことでどっち側も出力するみたいな3つの操作の何をですねこうジャイロの操作として認識するかっていうのも設定ができるようになってます。結構ジャイロはですね豊富な設定ができる方のコントローラーかなと思いますね。最後にこちら、モーションキーということで、この付属してたマジックキーをねペアリングしてですね設定をすることができます。まずここでペアリングってやってあげて、このマジックキーの方の電源を長押しで入れてあげます。そしたら、接続されますので、こちらを設定してあげます。どこに接続するかっていうことでですね、私はねこれ頭とか額、膝、足の甲っていうねこんな感じの設定があるんですけど、例えば足、膝、どっちがいいですかね、膝かな。で、感度と式位置っていうのが設定できて、で、左にロールした時に何を入力するか、右にロールした時に何を入力するかっていうのをですね、4ボタンまで同時押しまでできるので、こういったね、設定ができるようになってます。個人的にはねこれ、やるとしたら APEX の場合は、例えばウルトですね、膝の左ロール右ロールでやってみようかな。ウルトの上と R1 かな、 RB ですね。これで、実行させて連射はなしでいいですねっていうことをできるはずですね。これでちょっと試してみます。今これ、持ってますけど、これを、下にこうやったら反応してウルトのボタンが押されます。こう作動しそうだけど、多分膝にこうやってね巻きつけるのをイメージしてるんでしょうね。で、左にやっても反応しないけど、右にこうパッとやるとウルトのボタンが押されるってことでね、ちょっとね実際に膝に巻きつけてやってみます。よいしょ。今私の膝につけました。すごい。これね、私膝を直立させてるんですけど、これで膝を右にパッとやると確かにウルトのボタンが出ますね。で、左側に戻すときは特に反応しないです。右にパッとある程度意識的に動かしたときだけ反応するんで、これ今感度100ですけど、結構これでしっかりウルトになりますね。ただちょっとこう2回押されたりするときが気になるな。でも結構いいな。これ結構使えるかもしれないですね。こう膝を右にこう倒した時だけボタンが押されるっていうことで、これちょっと使いどころ難しいかなと思ってたんですけど、意外と使えるかもしれないですよ。じゃあこれあれだな。右にしたらグレーのボタンで、左にしたらウルト。ちゃんと動きますね。マジックキー面白いかもしれん。これで戦闘中にやばい、グレ投げなきゃ、パッてグレ投げれるんすよね。いやー面白いかもな。どうなんだろうこれ。
でも戻すときに早くしすぎるとウルトが出ちゃうちょっとこれでエイペックスプレイしたいっすね。いや絶対面白いっすよこれ。なんかできそうな気がする。ただ膝だとちょっと体勢をこうね、動かしたりした時に反応しちゃって鬱陶しいかもしれないんで、そうだな、マジックキーは額頭頂、足の甲とかがいいのかもしれないですね。でも足の甲でも左ロール、ピッチとかもできるんだ。じゃあ上に向けた時、下に向けた時とかもできるんですね。そういうことね。はいはい。ロールピッチをすべてこれ同時にすべての設定ができて同時に保存されるんですね。なのでこうロールした時に、トリガーするボタンを設定して、ピッチ、こういう動きをした時の設定、あとはヨーだからこうかなに対応したトリガーするボタンの設定っていうのができるってことですかね。これはだいぶ面白い機能だと思います。今までボタン数が足りなくてどうしてもグレとかね、ウルトは同時押しできれば別にね、特に、スティックから親指を離すっていうことはね必要なかったんですけど、グレどうしても私の設定だと左手の親指を外してこうグレを持たなきゃいけなかったんですけど、これができたら膝を上げるだけでグレが選択できるっていうことでちょっと面白いかもしれないんで、これは入れてみたいと思います。はい。で、ファームウェアアップグレードっていうところで、今 37.15.12 っていうね、行われてきた段階で、最新のファームウェアになっていました。なのでこれは特にいじってなくてですね。はい、それでですね、AI 配置っていう機能があるんですが、これですね、AI で何かこういうスティックの震えを抑えてみたいな指示を出すと、それに合わせて設定を変えてくれるっていう、ね、そういうチャット GPT みたいな、対話形式の設定、ツールみたいなのがあるんですけど、見ての通り中国語しか現状対応してないみたいでですね、今のところはちょっと使えなかったっていうことになります。でですね、さらにですね、スマホアプリっていうのが用意されてます。で、こちらのね、スマホアプリがまた結構優秀でですね、ゼノプラスを選んでみるとですね、はい。かなりね、しっかりとボタン配置の設定とかもできますし、スティックの設定とかね、すごく細かくできるようになってます。カーブをこうやって8点で設定して、しかも各点の座標も表示されているということで非常にね、優秀です。で AI ビジュアルリカーブっていうね、こういう機能があってですね、これを使うとですね自動的に設定してくれてですね、それでリニアな操作感を得ることができるっていう、そういう AI ツールも用意されてます。はい、こんな風にですねカーブを設定してくれるってことなんですが、そうだな、じゃあ例えばですね APEX の詳細設定で、こんな感じでカーブが出るので、こちらをちょっと使ってみたいと思います。反応曲線10っていう形になってるんで、この AI ビジュアルリカーブっていう機能ですね、これおそらくですけどゲーム画面を撮らなきゃいけないっぽいんで、ちょっと一回射撃訓練場に行ってみます。よいしょ。で、この状態でですね、デッドゾーンテストっていうのをやって、で、ドリフトがしないギリギリのところにします。0で私の答えドリフトしないので、このままでいいですね。で、フルシーンモードっていうね、設定にしなきゃいけないですね。クイックモードは90度までしか視点が動かせないゲームに対応してるみたいなんで、フルシーンモードにして、で自動カーブテストをこのゲームの画面を映しながらやってみます。よいしょ。うまくいかないですね。この自動カーブテストを開始すると勝手に視点がねぐるぐる回り出すんですけど、それでもねうまくいかないんで手動テストを試してみます。スティックプロセス、各スティックの、プロセスごとにですね、何%スティックを倒してるかによってですね、1回転するのに何秒かかるかを測れと、ストップウォッチで測れっていうことみたいなんでやってみます。例えばこのラインで合わせてみますか。
で、再記録をします。はい、77秒かかったっていうふうに記録することができました。続いてスティックプロセスの 29% ですね。よいしょ、記録開始。はい、できました。これで、全部できたらカーブ生成ってやってあげると、見事にゲーム内の感度カーブが上に表示されて、で下側に、これを反転させたカーブっていうのが生成されています。これで、詳細設定の、感度カーブの10っていうね設定を打ち消すようなカーブっていうのができましたので、これを適用ってしてみます。はい、これで、右スティックが設定されましたね。保存ってやってみて、ちょっと触ってみたいと思います。今43リニアにかなり近くなるように、詳細設定入れてるんですけど、このね反応曲線10入れてるにもかかわらずリニアな感じの操作感に確かになってる気がしますね。ちょっと変な感じはやっぱ残るかな。かなりいいですね。かなりこの機能いいですね。ゲーム内の設定に合わせてリニアな操作感に補正してくれるってことで、Apex とかね、完全なリニアにできるようなゲームだったらいいんですけど、Call of Duty とかは完全なリニアにすることがそもそもできないゲームですから、そういったゲームでもリニアに近づけて遊んでみたいっていう方にはですね、この機能すごくいいんじゃないでしょうか。すごくね、面白い機能だと思いました。なんかね AI で、画像を読み取って、なんかやってくれるっていう機能についてはちょっとうまく使いこなすことできなかったんですけどね、なかなかこれは面白いです。Apex に関して言えばですね、別にリニアにする、設定っていうのがね、この数字カウント設定のリニアでね、普通に完璧なリニアにできてしまいますから、わざわざこのソフト使う必要性はないんですけどね。この、設定アプリですね、しっかり、Google の Play Store とかですね、あとは iPhone の方の App Store とかね、で配布されているので安心してインストールできてですね、技的もバッチリあるんで、かなり安心してスマホでも設定できるんで、PC がない方でも安心して使えるっていうのがとてもいいなって思いました。おそらくですね、ファームウェアのアップデートとかもこちらでできそうな気がしますし、ステップ精度の設定、ポーリングレートの設定とかもね、全部変えられるんで、スマホアプリで変えられない設定っていうのが今のところはちょっと見当たらないですね。それぐらい、しっかり全ての設定ができそうなので、そうですね、できますね。かなりこれは、いいスマホアプリが使えるっていうことで、そういう面でもかなり品質の高いコントローラーだと感じました。はい、リードジョイゼノプラスの設定っていうのは以上です。そしたらせっかくのマジックキーっていうのもあるので、ゲームプレイをねやっていきたいと思います。はい、で今ですね、これマジックキーをですね、グレに割り当ててます。今一切コントローラーに触れない状態でですね、つま先を上げるだけで、グレを選択することができるようになってます。ちょっとね、これ面白い機能になってるかなと思います。つま先をパッと上げるだけでこう変わるっていうことでね。で、ただですね、このゲーム内のその機能の、動き方によってね、このマジックキーちょっと使いづらい項目があったりもしました。例えばですね、こうパンチボタンとかを割り当てるとですね、ちょっとでも反応するとこうパンチが優先して出てしまうっていう仕様になってますね。なのでつま先を上に上げたらグレで、かかとを上げるとパンチとかにするとですね、グレを選択した後にこうつま先を下げる時に反応しちゃってパンチがここでパンって出るとかねっていうことがありました。なのでエペックスとかでねもし使うとしたらせいぜいこのグレぐらいかなと
思うところですね。たまにねこう2連打して入っちゃう今みたいなね、時とかもありますし、長押しみたいになっちゃう時とかもあって、そういうちょっとね、このマジックキーの操作がうまくいかないところっていうのがあまり気にならない操作としてはね、このグレがすごくいいですね。戦闘中スティックから指を離したくない時にこうとっさにグレをこう選択できて、直下グレとかね、こういうのをこう投げていけるっていうのはね、全然当たってないですけど、はい、こういうのは結構使い出があるんじゃないでしょうか。これは非常に面白くて、しかも結構反応がねこれいいんですよね。思ったよりもちょっとこうパッと上に上げるだけでクレが選べるんで、実戦でねちょっとこのマジックキー使いこなそうと思ってランクを回してみたんですけど、実はねちょっと問題点がいくつかあってうまく使いこなせなかったっていうのが正直なところです。そのあたりですね、実際のランクのゲームプレイを見ながらちょっと解説していきたいと思います。はい、ちょっとね、ランクの前にまず R5 からお話ししていきたいと思います。あまりにも機能が多すぎてちょっとごちゃごちゃしちゃって申し訳ないんですけど、安定化係数ですかね。動的フィルターどういう呼び方が適切なのかちょっとわかんないですけど、いろいろ試して R5 もやったりしてみました。でこの APEX とかね、に関してはおそらくマイナス3マイナス4あたりがですね、こういう近距離戦では一番強いと思います。マイナス10とかですね、強くしすぎると弱い感じっていうのがちょっと出てくるかなというのもですね、中距離あたりで、まさにこうエイムが震える、その震えがそのままエイムに反映されてですね、ちょっとブレるような、オルタネーターのね、遠距離とかを想像してもらったら分かりやすいんですけど、それがね、どんな武器でも起きてしまうという感じがあったので、ちょっと抑えめのマイナス3、4あたりが強いかなっていうふうに思います。で、震えが出ないコントローラーと比べたらですね、明らかに強い、そんな気がします。特に単発武器ですね、これが強いような気がしてですね、こういうトリプルテイクだったりとかウィングマンですね、特にウィングマン途中、初動ファイトでたまたま持つことになって使ったんですけど、妙に強いんですよね。でなんでかなっていうのを考えた時に、震えが大きいからエイムアシストは強く感じられるんですけど、逆に震えが大きいからこそですね、こうエイムがブレるという副作用があってですね、この副作用をあまり感じないのがフリックエイムなんですよね。だからこう単発武器がなんか妙に強いということなんじゃないかなというふうに感じました。でこのね、震えの大きさ、安定化係数、動的フィルター、RC フィルターっていうところ、若干ね最近物議を醸してるかなと思うところもあるんですけど、まだね完全に有利っていうのが確定しているわけではないですね。本当にこれは間違いなく有利だって言えるのは、おそらくエイムアシストのアルゴリズムを知ってるですね、制作されてる方ぐらいじゃないかなと。ちょっとね、もうちょっと検証方法とかをね、考えたらもしかしたらいい検証方法があるかもしれないんで、そのあたりちょっと考えてはみたいなと思うんですけど、このあたりですね、正確なことが分かるのはやっぱり EA とかリスポーンでしかないと思いますので、そこがね、はっきりとこれに関しての態度っていうのを示してもらえるまではね、今まで通り普通に使っていこうかなっていうふうには考えているところですね。実はね、そんな有利でもないよってことがわかるかもしれないっていう可能性はまだ全然あると思ってます。ただね、本当に個人的な感覚で言えば明らかに強いというふうには感じてますね。特に近距離戦はね、本当にこの震えが強く出るっていう特性は明らかに強くて、ただですね、ゼノプラスの震えの出方っていうのはあまりこう平均との差の最大値がね大きくない、割と震え方としては細かい震えがたくさん出るようなタイプの震えなんで、それが決してね、エイムアシストの強さっていうところには影響が大きくはないっていう感じがします。
なので、副作用としてですね、そのブレ自体っていうのがちょっと遠距離エイムに悪い影響を与えているっていうね、そういう感覚がするのかなというふうに思います。そんなこんなでね、まだまだね、エムアシストとこの震えの関係分かってないことがまだ多いですよと、まだ有利だっていうふうに確定しているわけではないですよと。で、そういうところが正確に分かるのはリスポーンだけだと思いますので、そこのね、何らかの判断が行われるまでは特に私はこれまで通りにね、強いと思う設定を使っていきたいと思っている感じですね。はい、でウィングマンがねこのマッチは結構強かったっていうのをね、見せたいんですけど、ウィングマン慣れてなさすぎてねちょっと下ってるところもあるんですけど、そこはちょっと目をつぶっていただきつつですね、マジックキーの話ね、ここでようやく戻れるかなと思うんですけど、マジックキーですね、なんかしばらく動かさないでおくと、おそらくね、なんかタイマーがあって、で電源が切れちゃってね、反応しなくなるんですね。で、APEX のランクマッチ結構長いので、とっさにグレを出したいと思ってつま先を上げても反応しなくなって、よく見たらなんか電源が切れちゃってるということがありました。なので、ちょっとね、APEX のランクでは使えなかったっていうところが一つの問題点でした。あともう一つはね、やっぱ自分の慣れの問題っていうのがあってね、つい右ボタンを押しちゃうんですよね。日頃の慣れって恐ろしくて、なかなかね、そっから頭が切り替わらないっていうんですか。なかなかね、つま先を上げるとグリになるっていうことが頭にインストールされないっていうね、そういう私の頭の硬さっていう不具合があったということですけど、使いこなせたら非常に面白いと思うんで、Apex ではちょっとね、本当に使っていいのかいまいちよくわからないところもあったりするんで、他のゲームとかでね、面白い使い方絶対あると思いますし、非常に反応が良くてね、使い勝手良かったんで、マジックキーね、かなりいい面白いデバイスだなというふうに思いました。そのうち誰かがね、すごい面白い、便利な使い方を発明してくれるかもしれないなっていう、そんな可能性を感じさせられた、そういうデバイスになってます。で、コールオブデューティーの方にね、場面切り替わってますけど、こちらでもボット打ちをひたすら繰り返してですね、安定化係数の方の設定をマイナス10試したり、いろいろ0とかもね、試したりしてみました。で、こちらもおそらくマイナス3とかマイナス4あたりがどうも強いんじゃないかというふうには感じているところです。マイナス10も Apex ほどひどくはなくてですね、意外と使えそうな感じっていうのはあるんで、もしかしたらベストはマイナス10ってことになるかもしれないんですけど、ちょっとね、どうしてもコールオブデューティーのね、プレイ経験がちょっと足りないっていうところもあって、完璧にこれがベストだって言い切れないところなんですけど、多分マイナス3、4あたりに抑えておく方が強いんじゃないかなっていうふうに思いました。こっちもね、強いんですよね。JS13 Pro っていうね、スティックモジュール自体がやっぱすごく操作感良くてですね、FPS 向きなんですよね。ものすごく FPS 向きなスティックモジュールになっていると思います。もうね、TMR スティックとかアルプスティック含めて考えても JS13 Pro がもしかしたらベストなんじゃないかなってね、耐久性面もね考えて、ドリフトがね起きづらいので、なかなか操作感っていうのがねしばらく使い続けていても変わりづらいっていうのもねメリットだと思いますし、このスティックは本当に素晴らしくて、で、震えっていうところもね、やっぱコールオブデューティーでも効果があるっていうのはよく言われていることで、それもね、やっぱ強いかなっていうふうには思います。でですね、スティックのキャップっていうのもね、また一つ取り上げなきゃいけないポイントかなと思ってるんですけど、このスティックのキャップもね、ほんと素晴らしいんですよね。デフォルトでついてるやつも結構滑りづらくてですね、ちょっとね、普通のスティックよりも柔らかいんですね。なんかちょっと柔らかめなゴムっていう感じの質感で、吸い付くようなグリップ感っていうのが結構高くてですね、非常にいい
スティックキャップだと思います。これならフリークをつけずに使ってもですね、今コールオブデューティでは実際にフリークなしで、触ってたりしますけど、Apex とかでもね、フリークなしでね、使ってもいいかなっていうふうに思うぐらいですね。非常に操作感良くてグリップ感もあって、とてもこのスティックキャップは良かったですね。へこみ型がね、特に私普段フリークもへこみ型結構好きなんでそちらを使ってたりするんですけど、へこみ型のスティックキャップっていうのが個人的にはね、一番 FPS には向いてんのかなっていう気はしたんですけど、その他にもね、ちょっとだけ真ん中がへこんでるタイプとかも良かったかなっていうのと、デフォルトのやつがね、バランスよく良かったですね。ほぼ、感覚的にはフラット型に近いような操作感っていう感じでですね、ただ柔らかいんで結構素早く倒していくっていうところもね、悪くないんで、さすがにねデフォルトでついてるだけあってですね、非常にバランスのいい優れたスティックキャップかなと思います。個人的には右スティックの方を高めにして、へこみ型の方のスティックキャップを使うっていうのが一番Apex とかね、コールオブデューティーなんかの FPS ゲームには向いているのかなという気はしましたけど、この辺りはね好みがねだいぶ出るとこかなとは思います。スティックキャップ自体ですね、どんな形でもすごくグリップ感あってですね、これ割とね柔らかいんで操作感に影響出るかなっていう風な心配もちょっとしたんですけど、全然ね、悪くなかったですね。操作感自体にはね、なんかふにゃってなるみたいな感覚はなくて、割としっかりと操作ができてですね、全くその違和感っていうのはなかったですね。本当に、いろんな機能が盛りだくさんで、AI 関連機能とかですね、そのゲーム内感度の補正機能だったり、あと何でしたっけ、マジックキーですか、あとはスティックキャップとか、もう本当にね盛りだくさんなコントローラーでですね、本当にしかもそのどれもがかなりレベルが高くてちゃんと使える機能になってるんですよね。相当エネルギーを使ってですね開発されたんじゃないかなっていうふうには思いましたね。これ本当にリードジョイっていう会社はですね、ことごとくいろんなメーカーのいいとこをね、しっかり、そのまま受け継ぎつつですね、斬新なチャレンジングなね、新機能っていうのにも挑戦をしていて、でそれがしっかり形になっているっていうね、恐ろしいメーカーが出てきたなというふうに思います。はい、そしたらラスト6の方をやっていきたいと思います。まずは普通のお皿型の十字キーですね、デフォルトでついてる方からやっていきます。はい、コンボ練習一通りやってみたんですけど、このお皿型の十字キーめちゃくちゃやっぱいいですね。斜め抜け全くと言っていいほどしないです。どうしてもタクトスイッチの十字キーということでストロークかなり短くてねカチカチ入るタイプなんでちょっと癖はあるんですけど、これ全然格ゲーに使えますし、スト6のランクこれで回していけますね。めちゃくちゃこれ良かったですね。普通にこの十字キーはいいんじゃないでしょうか。そしたら一応ねこのお皿型じゃない方ですね、しっかり十字に切れてる方の十字キーも試してみたいと思います。はい、こちらの十字キーでもやってみたんですが、こっちはちょっとオーカーツが高く感じられてですね、ちょっとね、ボタンが硬いっていうような感じがしました。なので十字キーはね私はこの丸型の方が好きですね。こっちの方が、指に当たる面積が大きくなるのでオーカーツがちょっと軽く感じられてですね、すごくねこっちの方がやりやすかったです。こっちはどちらかっていうとこすってコマンドを入力されるような方に向いてるかなっていう気がしますね。
特に右真横への入力っていうのがこう波動の真横入力っていうのがちょっと遅れがちっていうんですかね。ここまでで止まっちゃってこう斜め入力で止まるっていうことがたまにあったので、まあそうですね、私は格ゲーやるならやっぱこのお皿型すごく良かったかなと思います。もう格ゲーこれ全然使っていけるんで本当に、このコントローラー FPS も格ゲーも相当すごい高いレベルで使えてですね、いやーこれは本当素晴らしいコントローラーだなというふうに思いました。はい、最後にですね、アセットコルサの方ですね、振動機能とアナログトリガーのチェックのためにやってきました。まず最初に気にしてたところとしてはやっぱりアナログトリガーのストローク短そうだなっていうところなんですけど、これが意外とそうでもなかったですね。普通にアクセルブレーキの微妙な調整っていうところがいつも通りの感覚でできたので、そこまでね、ストローク実際には短くないのかもしれないです。で、振動機能なんですけど、これがまた普通に良かったんですよね。フライディジーレベルって言っていいんじゃないかなっていうぐらいに振動は割と優れてました。で、いや本当にね、このコントローラーなんか全てにおいていいんですよね。正直何の忖度もなくね、普通にそう感じてしまって、本当に素晴らしいコントローラーなんで、もしねこれが1年前とかにね出てたら派遣だっただろうなと思います。星村区はね今出てるっていうことで、ショルダーボタンがねないと割とそれで選択肢から外れちゃうっていう方はいるんじゃないかなっていうのと、やっぱり 1000Hz ってことでね、そういったところでもちょっと選択肢から外れちゃうことはあるのかなっていうんで、あまりにも完成度が高くて素晴らしいコントローラーなので、そういったところがもったいないかもしれないなとはちょっと思いました。ただこのメーカーさんね、まだもちろんもっとねハイエンドなコントローラー出してくる予定にはなっていますし、めちゃくちゃ楽しみな、そんなメーカーさんになったなっていう気がしますね。はい、そしたらリードジョイのゼノプラスの分解をやっていきたいと思います。まずこの背面にある1234つのネジと、ここにですねシール裏にネジがもう1個隠れているので、それを外す必要があります。もうすでに外れているので開けていきますね。バックパネルはですねこう下の方にも爪がありますし、よいしょ、サイドの爪っていうのが結構硬いですね。はい、サイドの爪を外していってあげて、はい、で、真ん中に爪があります。はい、これで、バックパネルが外れていきます。よいしょ、こんな感じですね。はい、しっかりと背面ボタンのところのシリコンキャップがあって、で、真ん中2つがタクトスイッチで、左右の背面ボタンはマイクロスイッチですね。いつものカエル製のちょっとサイズ大きめのマイクロスイッチが入ってました。そしたらフロントパネル外していきますが、その時は123つのネジを外す必要があるっぽいですかね。これだけで外れるかな、どうだろう。はい、これだけじゃ外れないですね。で、十字キーを外してあげて、このバッテリーとトリガーストップのところのカバーがこうやって外れてきますね。なんでこうやって外してあげて、なおかつここの2つのネジを外さなきゃフロントパネルは外れてこないってことみたいです。なので結局ですね、1、2、3、4、5、6、7っていう7本のネジを外して、ここのネジだけを外さなかったですね。これでフロントパネルが、はい、外れてきます。トリガーストップの機構っていうのはですね、ここにこのトリガーストップボタン用のマイクロスイッチがあります。そこにこの黒い棒っていうのがあってですね、オンにするとの上にその棒が来て、でトリガー側のねこのついたて
とこの棒が当たることによって、マイクロスイッチが押せるっていう仕組みですね。まあシンプルですね。十字キーのところはこんなタクトスイッチがね入ってます。で、十字キーのフロントパネル側こんな感じの、どうでしょうね、そこまでこのセンターの軸が高いってわけでもないので、ただ十字キーの真ん中のところちょっと高くなってて、ここにさっきの軸が当たるようになっていて、なんで十字キーはどれぐらい格ゲーで使っていけるのかっていうのは結構未知数な感じがします。でこの真ん中のねあたりのボタンっていうのはメンブレンですね。なんでメンブレン、タクトスイッチ、マイクロスイッチっていうね3種類のスイッチが使われている、割と複雑な作りにはなっているような気がします。はい。でスティックなんですけど、K シルバーのねスティックで JS13 Pro ですね、こちらがしっかり使われてるんですけど、金属製のねこの箱にはリードジョイっていう風に書かれているっていうことで、リードジョイ用に作られている K シルバーのスティックモジュールが使われているということですね。こちら JS13 Pro なんでかなりリニアに近いような操作感が、得られるっていう、そういうスティックにもなっているということです。天剣プラスっていうね中国の製品名が入っていて、2025年12月25日っていう刻印があるんで、割とこの基板自体ができたのは、約4ヶ月前ぐらいですか。割とね前にできているっていうことが分かりますね。はい。そしたらこれで、スイッチ関連のスイッチ2のね遅延検証とか取りやっていきたいと思います。はい、以上ですね、リードジョイのゼノプラスコントローラーをレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。震えが特に強く出せるっていうところとかですね、公式ページにもですね FPS ゲームにかなり、強いコントローラーになってますよっていうことが宣伝されている通りですね、相当 FPS ゲームには強く使っていけるコントローラーだったかなというふうに思いました。本当にですね、強くて、やっぱ JS13 Pro ってスティックが本当にいいのとですね、震え具合のね設定ができる動的フィルターっていうのもそうですけど、個人的にはこのマジックキーが熱いなっていうふうには思いました。いろんな操作をですね、手を使わずにできるっていうのはまた全然ですねプレイの体験として、だいぶ違った感じがしてですね、すごく新鮮で面白かったです。今後ね、さらにこのゼノプラスだけじゃなくてゼノプロだったり、あとはゼフィラスウルトラって読むんですかね、とてもハイエンドなコントローラーっていうのも計画には上がってるみたいなのでですね、今後ねこのリードジョイっていうメーカーさん非常に楽しみになる、そんな内容の製品でした。本当に素晴らしい製品だったかなというふうに思います。はい。それでですね、いつもモノルのねウェブサービスの方で掲載してます Apex Legends 向きのゲームパッドコントローラーおすすめランキングの方にね、こちらリードジョイゼノプラスはランクインしているということでですね、その順位、1位ということにさせていただきました。いや本当にね、できるだけは私が本当にいいと感じるコントローラーをですね上位にしっかり載せるようにはしているつもりなんで、純粋にですね新しいコントローラーがやっぱりよく研究されていて、で新しく出てくればどんどん1位を塗り替えていくっていうね、そんな状況にあるかなというふうに思います。たびたび1位がね変わってしまって、ちょっとそこは申し訳ないと思うところもあるんですが、本当にねいいものがどんどん新しく出てくるっていう状況はまだ変わっていないですね。そろそろもう進歩はね、だいぶ落ち着くかなと思ったところにまた来るっていうところで、本当にね、嬉しい悲鳴という感じでしょうか。ちなみにまだ掲載できていないコントローラーとかもあってね、そちらが1位になるかなっていうものもあったりはするんですけど、相当にこのコントローラーはApex 用途以外に使う方にもね全然おすすめできる、めちゃくちゃ完成度の高い、非常に品質の高いコントローラーだったというふうに感じました。めちゃくちゃおすすめ度高いですね。ただですね、残念ながら今 Amazon とか見ると在庫切れってことでですね、いつ在庫補充されるのかっていうところに関してはですね、またピン止めコメントとかでね、知らせていけたらなと思います。
はい、今回の動画が参考になったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。